こんにちは、加藤です。今日のお題は、消しゴムから始めようということで、どこのご家庭にもある普通のプラスチック消しゴム。これを頼りに動画を撮っていきたいと思います。ここに用意した消しゴムなんですが、これは普通に文房具屋さんで売っている100円程度の消しゴムを半分に切ったやつなんですね。この単純な直方体、消しゴムをですね、書くことによって、基礎デッサンがマスターできるという内容で進めていきたいと思います。これまで立方体とか紅茶の箱とか書いてきたんですけれども、立方体っていうのは全部の辺が同じ長さなので、正六面体とも言うんですけれども、この消しゴムに関して言えば適当な比率なんですね。もちろんメーカーはこれ何かける何かける何っていうふうに設計した、デザインした比率の使いやすい消しゴムなんでしょうけど、私カッターで適当なところで、大体半分に切っちゃったので、これ適当な比率の縦横高さの直方体になります。で、これをですね、書くこと、書いていきましょうね。書きながら説明しましょう。鉛筆は 4B くらいにしましょう。練りゴムと 4B を使って書いていきましょう。で、今、目の前にね、こんな角度で置きました。右の面と左の面と上の面と、3面見えてる感じで、右後ろに影が伸びている。こんな感じですね。もうちょっと大きく書きましょうかね。もうちょっと大きく書きましょう。説明しながらなんで、もうちょっと大きく、このくらいの大きさで書いていきましょうか。はい、ピント合ってるかな？で、こんな風にラフスケッチというか、形取りをしながら、大まかな大きさと配置を決めたわけですけど、この縦、そして右の奥行き、左の奥行き、縦横高さ、3つの比率なんですけど、書きながらですね、どっちが明るいんだ？上の面がちょっと暗くて、右の面が一番暗くて、後ろがもっと暗い。こんな風にできている、作りがですね、こんな風にできているんですけど、これを書くことによって、デッサンの基本がマスターできるという説明をしていきたいんですけど、どういうことかっていうとですね、なかなかね、この比率がね、合わないもんなんですよ。立方体はもちろん、この、直方体よりもシビアに、形が合っている、合っていないっていうのを確かめるのに適しているんですけれども、なかなか、立方体ってね、普通のうちにはないと思うんで、最初はこういった、どこにでもある消しゴムを利用して、できれば新品がいいと思うんですね。角が丸くなっていない、角が落ちていない、角のちゃんと見える新品がいいと思うんですけれども、こういった消しゴムを書きながら、縦横奥行きの比率を確かめていく、見ていく、そういった訓練をしていったらいいと思います。はい、今書きながら、この角度をですね、当初よりも少し立ち上げて、水平よりも垂直に近づけて、書きながら今動かしてきましたけれども、デッサンの勉強っていうのはこのね、書いたものがなんか違うなって気づいて、それを直すことの繰り返しなんですね。なので、いくらでも直せる人になってほしいというのが、基礎デッサンをマスターした人とマスターしていない人の違い。基礎デッサンっていうのがマスターできていないと思われる人は、直すことに躊躇するんですね。なんか変だなと思っても、そこで、直さずに、いっかと言ってやめちゃう。なので、このね、不思議な比率の直方体を書くことで、消しゴムの切れっ端を書くことで、合うまで、印象が合うまで、何度でも形を書き直せる人になる。そういった訓練をしていってほしいなと思います。で、やることといえば、形取りをして大まかな印影をつけていく程度のことなんですが、
今ここまで喋りながら書き進めてきました。で、見比べてみてどうでしょうか。ですね、私はね、ちょっと奥行き、この右側の厚みがありすぎるなっていう感じがするんですね。なので、ちょっとだけ削ります。で、その削る際に、あんまりこう、鉛筆で輪郭線を強く引きすぎると、その線がね、あまりにも強くて、なんか縁取りがされてしまって、説明的なこうイラストレーションになっちゃいそうな感じがするんですよね。なので、このフラットなグレー、よく私、色紙を切って貼ったようなっていう表現をするんですけれども、暗いグレーの色紙をここにこの形でハサミで切って貼ったような、そんな風に描ければ最高だと思うんですね。なので、あんまりこう、濃淡のない、徐々に暗くなるとか明るくなるとか、そういったこの面の中での変化のあまりないフラットなグレーの色面がちゃんとこう塗り分けられるように、バッグのこの床に落ちる影と右側面のこのグレーがピタッとこの境界で塗り分けられるように、そういった訓練もこの消しゴム1個を書くことで、マスターできると思います。あと、床に、こう今床塗ってますけれども、床に落ちてる影を描く際のこのタッチの向き、どんな向きでタッチを入れたらいいかなっていうことも、消しゴムを描くことで、このモチーフを描くことでマスターできると思います。はい、だいぶね、角がシャープになってきたと思うんですけど、どうでしょう。で、この角度はね、こんな感じにしておきましょう。下はどうでしょう。下はね、ちょっと立ちすぎ、角度がつけすぎた気がするので、もうちょっと寝かせます。少しだけ寝かせました。で、ここのね、接地面って言われる床に接したところってちょっとね、線がすごくシャープに線が感じられることがあるんですよね。そこも丁寧に描いてあげます。あと、影の描き方というか描写も描いた後でいらないところをこうやって消して、ぼかして、それらしくグラデーションがこう綺麗に立ち消えになっていく。近い方は暗いんだけど、遠くに行くにつれて徐々に暗さが紙の明るさにこう吸収されていくような、そんな感じでグラデーションの段階を鉛筆と練りゴムを使って整えていきたい。はい、今この右下、この角を、この角、この右の平行四辺形のような形を重点的に見てきました。今度、上の形、左の形、ちょっと見ていきましょう。これよく見るとね、ここなんかね、光が反射してちょっとここ明るく見えてるんですよね。左からの照明で明るく見えて、こっち側の面、ちょっと描いたんだけれども、描いた後練りゴムで少し取って明るくしてみました。で、形も、この角度はこのくらいでいいかな。このくらいにしてみましょう。そしてこの角は、この辺。どうでしょう。この長さとこの長さを比較して、ちょっと長いかな。もうちょっと短くしてみます。で、先ほど言ったように、あんまり輪郭が強くならないように、この線ですね。この線、周りにぼかしながら、床としてここ描いていきます。垂直線はね、垂直なんですよね。
これ3点通しではなくて2点通しで描いているので、この垂直線は変えずに、垂直なものは垂直なように。で、目の前、私の視点からですと、60センチくらい距離のあるところに消しゴムが置いてあって、それを斜め上から見下ろしているんですけど、このくらいの距離だと、それほどその見下ろしているパースはそんなについていないです。なので、どの程度下に向かってすぼまっているかっていうのは、ここでは2点通しを基準に見ています。書いています。下に向けてのパースは使っていない、利用していないということです。はい、上の面、こんな感じに、ちょっと明るいグレーをつけてみましたけど、暗くしすぎたかな。ちょっと明るくしようかな。で、ムラがあるので、ちょっとムラを取ってみようかな。練りゴムで綺麗にムラを取るって難しいので、取りすぎたところを鉛筆でこうやってフォローして、鉛筆書きすぎたところはやっぱり練りゴムで抜いてフォローして、書いたり消したりの繰り返しですけどね。はい、ここがね、今ぼやけてるんですよね。ここもうちょっとちゃんと決めたいですね。消しゴムの終わりはここまで。そしてその向こうはテーブル、床。どうでしょう？書いてみたけど、若干遠くの方が広がって見えるかな。もうちょっと狭くしましょう。練りゴムで形を削って、で、この辺まで書いたらちょっと向きを変えて、自分の書きやすい向きで、手を動かしやすい向きでタッチを入れてみたり、やはり鉛筆の先端が向こう向いてる方が際を決めやすいので、こんな風に同じように練りゴムも向こう向きの方が、私右利きなので決めやすいので、こんな風に回しながら形の際を整えてみます。練りゴムの角を使って、こまめに練って綺麗な面を出しながら、ここはやはり外側から、形を決めていきます。外側から内側に向かって境界をシャープに。だけど床が白くなりすぎたので、床をもう一回上書きしておきます。真ん中がなんとなく明るくなったので、調子をつけて、真ん中がへこんだ感じに見えないように、ちょっとフラットな明るいグレーで整えます。さあ、どうでしょう？こんな感じで、今ね、斜め上から見下ろしている消しゴムを書いているんですけど、どうだ？この影がちょっと単調かな？もうちょっと変化がありますね。ここから向こうは手前と奥でこんな感じで、なんか斜めに伸びている影もある。で、いらないところを消していきます。形を整えていきます。なんとなくね、蛍光灯2本斜め上から光が差していて、ここにこんな形がね、ちょっとうっすら見える気がするので、それに合わせて動かしていきます。ここはね、なんか映り込んでるんですね。床が結構ツルツルの床なので、このテーブルがですね、この白い面が
映り込んでいく。で全体的にここがちょっとよれていたので形整えます。直線が少しへこんで見えていたので整えます。こんなタッチ入れてみたりして。ちょっとこうやって調子をつけると垂直な感じ、立ち上がっている感じ出るかなっていうのを期待して少し表面を汚しています。全部がこう真っ白じゃなくて一番明るい面でもね、なんとなく垂直を感じさせるようにこういう切り立った角度ですねを感じさせるように。ただ床面はこれ水平なので床は水平、こっちの消しゴムの方は垂直。ここは垂直と水平がぶつかるところなので、描く際に面の向きがこう来てるのと、こう来てるのと、ここでぶつかるように書いています。はい、あと何度も書いていくと、角がね、丸くなってきちゃうので、この部分ですね。角がちゃんとぶつかってくれるように、今少し削りました。この角の位置を整えました。さて、どうでしょう。はい、どうでしょうか。ヒントあったかな。はい、こんな感じで、斜め上から見下ろした、消しゴムを描いてみましたけど、どうだ？なんか斜めから私がこの絵を見ているせいで、この高さがありすぎるのかな？なんか印象違うな。長さが、奥行きが足りないかな？なんとなく足りない。角度が寝ている。怪しいな。もうちょっと増やそう。いや、もうちょっと増やそう。角度がちょっと寝ている。もう少し立ち上げて。はい、上書きしていきます。少し奥行き増やします。このくらい。いつも言ってますけど、先に上書きします。書いちゃいます。プラスの作業を先にしていって、消すのはこうやって後で。そして奥行きを少しだけ増やしてみます。この辺までですね。ちょっと増やします。高さに対する奥行きがなんか足りなかったような気がするんですよね。なので、ちょっと足します。床に映る白い部分も書き足します。練りゴムで書いています。こんな感じでどうでしょうね。よれってるところを少し整えて、垂直に見えるように。これでどうだ？これでちょっと奥行きが増えたかな。だけど、この角度はいいのかな？右と左と垂直は動かさない。垂直は動かさない。この角はこんな黒くない。だけど、際は決める。ここは消しゴムの方がちょっと暗い。ここは消しゴムの方がちょっと暗い。ここは床の方がちょっと暗い。床に落ちる、床に映る影はここまで暗くない。明るくしすぎたところはまた練りゴムで押さえたところはまた上から描いていく。ここか
から床に落ちる影が始まる。さあ、どうでしょう？こんな感じ。さあ、どうでしょう？これで、縦、横、高さ、奥行きの長さ、大体あったかな？いや、これをこう見比べると、この3本見比べると、これちょっとね、逆パース遠くに行くにつれて、ちょっと広がってるように見えるので、これもう一度、ちょっと見直しましょう。少し削りましょう。はい、削りすぎました。書き足します。ほんの微妙なところですけど、このくらい。でここは床面下のトーン、調子。これでどうかな？これで下、中、上、パースは整ったかな？はい、こんな感じでどうでしょう。今、大体のことをやってきたと思うんですけれども、まず書いてみる。書いてみたら少し小さかったので、大きくしてみました。書き直しました。形を、構図を変えました。大きくしてみました。で、それぞれをパーツで、右の平行四辺形、上の平行四辺形、それぞれ寄せ集めのように3つ書いてみたんですけれども、どうやら縦横、奥行きの比率が違ってる感じがしたので、奥行きをちょっとね、増やしました。そんな風にデッサンにおける形の狂いっていうのは書いてみないと気づかないんですが、気づいた時に、あれ、ちょっとこれ短かったなとか長かったなっていうのを、その場でちょこっとこう直していける。で、私は直す時には先に上書きをして、プラスの作業を先にして、消すのは後の方が結局、消してもまた同じところに調子をつけるんであれば、二度手間になるっていうこともあって、なるべく消すのを我慢した方が、作業効率がいいと思います。こんな風に、この1個の消しゴムを書くことを通して、何度も形を直していける、そんな人になってほしいなと思っています。はい。今日は消しゴムから始めようということで、謎の直方体を書きながら、形を直すことになれる、そういったデッサンについてお話ししました。はい。今日の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。